こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。 IKEA では4月10日に大注目のコレクションがリリースされました。今回はそちらの速報と4月に発売になったばっかりの新商品を紹介していきます。こちらの目玉焼きにもお花にも見えるクッションカバーなんですけども、実物を見るまで気づかなかったんですけども、後ろはボーダー柄でした。とっても可愛いです。やっぱり夏ということもあり、結構はっきりした柄のクッションカバーが新商品がたくさん出ています。ブランケットと合わせて買うのもいいですね。ストックホルムっていう名前からしてわかるように IKEA のフラッグシップコレクションの立ち位置なんですけども、多分この公式サイトの写真からも気合がわかりますよね。過去最多の90商品以上が追加されました。まずはソファーを紹介します。こちらは組み合わせて使うことができるモジュール式のソファーなんですけども、カラーリングはベージュ、こちらのブルー、ホワイト、ブラウンの4色展開となっています。この張り感のあるカバーリングがすごく良かったです。わかりますか？このピタッと感。このソファーのシワってすごい生活感が出るじゃないですか。これがパリッとしてるのすごくいいですよね。素材にもこだわってるなって感じしました。お値段がね結構お高めですからね。かなり深めの座り心地でした。横に置いてあるこのサイドテーブル、なんとキャスター付きでびっくりしたんですけども、こちらも素敵でしたね。同じストックホルムコレクションです。でソファーのカバーリングはなんと洗えるということで、そこもポイント高いですね。もう一つコレクションからソファーが出ています。こちらも素敵なんですよ。枠がパイン材になってまして、かなりおしゃれですよね。で生地感もテクスチャーがあって素敵でした。見た目よりも柔らかい座り心地に感じました。このコレクション一気には紹介しきれないので、動画の中盤後半にも挟んで紹介していきます。で私今回は IKEA 仙台に来たんですけども、これを見るために来たと言っても過言ではない。こちらです。キャンドルホルダーなんですけども、めっちゃ可愛いですよね。浮き輪のようなデザインのキャンドルホルダーなんですけども、こちらの大きいピンクの方はピラーキャンドルの太いキャンドルですねを置く用ということですね。この色合いがねめっちゃ可愛いんですよね。ピンクもこちらのブルーも。でブルーの方はティーライトキャンドルホルダーとなっています。ちょっと白を混ぜたような色合いがとっても可愛いです。この白の部分も真っ白ではなくってちょっときなりっぽいカラーなのがとても可愛いなと思いました。アクセサリートレイなんかにしても可愛いだろうなと思いました。これはまた間違いなくすぐ売り切れてしまうんじゃないでしょうか。続きましてはずっと気になってたキッチンアイテムを見ることができました。それがこちらなんですけども、せいろです。結構話題になってて、ついに IKEA からも発売ということで何名かの方がすでに買ったよってお声をいただいてまして、気になってました。思ったより作りはしっかりしているなって思いました。買った方からこの組み合わせはめ合わせがあまり良くなかったっていうお声もいただいたんです。気になってたんですけど、これはそんなことなかったので、もしかしたら個体差あるかもしれないですね。今のところレビューではいい感じですね。 4.1 ですね。もしかしたら買ってしまうかも。こちらの新商品のお皿もやっぱり可愛くって買ってしまうかもと、なかなか誘惑が多いですよね。で今回初めて IKEA 仙台に来て思ったのが、ルームセットが本当に新鮮でした。店舗によって全然違うんですよね。こんな壁のルームセット初めて見ました。 IKEA って地域住民を調査してルームセットを作ってるらしいので、きっとこういうお宅があったんでしょうね。やっと見ることができました。こちらのダイニングテーブルです。ラウンドテーブルの新商品が出るということで楽しみにしていました。こんなシンプルな形状の、しかも白でって結構待望だったんじゃないでしょうか。テーブルなんですけど、天板がですね、こうちょっと割れ目2分割になって作られてるのかな。天板が2つに分かれてるような形になってました。これが気にならない方はいいでしょうね。かなり安いですからね。ちなみにこちらのシリーズは
四角のタイプもあります。天板はつるでもさらでもなくてザラッとした感じでしたこちらも最近出たダイニングテーブルでして、足がおしゃれな形をしているのが特徴です。天板には模様が入っています。真っ白がいいって方はやっぱり先ほど紹介したものか、こちらのチューリップ型のテーブルがいいと思います。このね、チェアとの組み合わせもとっても可愛いですよね。私だったらこれ選ぶかな。天板の質感とかもそれぞれ違うので、実物見ていただくのが一番いいかなと思います。でこちらが今回の看板商品、新商品の中で大きく取り上げられているダイニングチェアです。とっても可愛いデザインですよね。かなりポップなデザインで3色展開となっています。で早速嬉しいのがルームセットにディスプレイされていました。で足がこう2本足みたいになっているのでどうなのかなと思ったんですけども、非常に安定してますし、膝裏のあたりっていうんですかね、あそこがすごくね痛くないんですよ。丸くデザインされてて、それがすごくいいなと思いました。座面がね高くなると膝裏が痛くなるんですよね。結構考えられててデザイン性もいいなと思いました。前回紹介したこの面白いデザインのシリーズなんですけど、家の中を楽にっていうのがコンセプトみたいで、こちらのバスチェアなんかもとても軽いんですけどかなり頑丈に作られていました。安定感も抜群です。こちらのステップもそうなんですよ。手すりがしっかりついてるんですけども、デザインはオールブラックでシンプルですよね。こちらも少し前にちょっと紹介したんですけども、新商品のファイルボックスです。有名なデザイナーの方が手掛けられたパターンなんですけども、なかなか取り入れるの難しいかなと思ってたんですよ。でもルームセットにこうやって置いてあるととっても可愛いなと思いました。意外と黒い小物を置いてる部屋だといけるんですね。あえてちょっとアクセントに取り入れるのも可愛いかなと思いました。これ単価安いんでね、手軽に取り入れやすいですよね。こちらは日本の IKEA では4月いっぱいまで特価になっていますヨナクセルシリーズです。クローゼット内の引き出し収納としてとっても人気のあるものです。自分の好きなように組み合わせられるのも特徴です。このように間にポールハンガーを設置することも可能です。低い位置なのでお子様でも取りやすいですね。これが 20% オフでしたっけ。すごいラッキーですよね、買おうとしてた方。もちろんこんな風にクローゼットの下の方に使うこともできますし、フレームをこう高くして高さを出して使うことも可能です。で引き出しもメッシュバスケットにしたり棚板にしたり、自分の家の収納に合わせて組み合わせることが可能です。もともとこのシリーズ結構お安めなので、さらに 20% オフはめっちゃでかいですね。と視線を感じたんですよね。この一番左のが棚板を使っている使用例です。あんまりね高い位置で引き出しにしちゃうと中身が見れないので不便ですけども、こんな風に一番上は棚板にすると便利でいいですね。で今このヨナクセルにぴったりな仕切りインサートボックスやスクープシリーズなども出ています。ヨナクセルを使っている方はぜひ合わせてチェックしてみてください。我が家のルームツアーの動画を大変たくさんの方に見ていただきましてありがとうございます。そこでよく聞かれるこちらのスコグスタというベンチなんですけども、たくさん質問いただいたんですけど、うちにあるスコグスタのベンチは廃盤になってしまったんですね。すごい残念ですっていう話をしてたんですが、なんとまたスコグスタから新しいベンチが発売されました。同じシリーズということでかなり期待できますよね。でやっと実物を見ることができました。今回は足はブラックになっていて、スコグスタのダイニングテーブルとかなり似たデザインとなっていました。で奥行きも結構あってかなりゆったり座れるベンチですし、もう下段の収納も収納力があるなと思いました。ちょっと飾り棚っぽくはなくなったかなと思いますが、ベンチとしては非常におしゃれなものだと思います。
天板の質感はすごくいいですね。本当にダイニングテーブルと合わせて使ったらすごくおしゃれだろうなと思います。 IKEA では他にもこんな感じのベンチを扱っています。で、今月発売となったばかりのストックホルムコレクションからも素敵なベンチが発売されました。こちらはパインの木材でもパイン材といっても全然安っぽくなくってかなり上質なものを選んでいるそうです。で、クッションは革ということでお値段がお高めとなっています。こちら画面真ん中のはコーヒーテーブルなんですけども、こちらすごい可愛いなと思いました。こんな感じでディスプレイに使ったらすごく素敵ですよね。こちらもパイン材となっています。こちらもベンチではなくテーブルなんですけども、ニティルベルカードコレクションのサイドテーブルもとてもおしゃれでいいなと思います。個人的にはザラホームのベンチも結構いいのが揃ってるなと思うので、もしベンチ欲しいなと思ってる方はぜひザラホームもチェックしてみてください。ちょっとねお値段は IKEA よりも高めなんですが、こちらのラタンのなんかもすごい可愛いですよね。高級ラインのストックホルムコレクションからコーヒーテーブルが出ました。これ IKEA なんって思ってた商品なんですけど、本当に IKEA で売ってました。ガラスの質感がとっても綺麗ですし、枠も足も突き板仕様になっていまして、質感がとても良かったです。圧迫感がないデザインなのもすごくいいですよね。隣のコーヒーテーブルも同じストックホルムコレクションから出たものなんですけども、どちらも外からビスが見えないような綺麗なデザインとなっていました。ガラステーブルはもっとお値段するんかなって正直思ってたんですけども、さすが IKEA ですね。同じシリーズでもう少し小さいサイドテーブルも発売されています。シンプルなデザインでとても素敵です。で、こちらもですね素材感がとっても綺麗でした。で、ちゃんと裏面も突き板仕様になっているので、どこから見ても美しいデザインとなっています。パイン材ってパイン材に見えなかったんですけど、本当に綺麗です。で、こちらのサイドテーブルが気になっていたのは、そのオンラインサイトでこの可愛いパーソナルチェアの横に添えられててとても可愛いなと思っておりました。ただこちらのパーソナルチェアは店頭に出ていなかったので見ることができなかったんですけども、在庫はあったので買うことはできました。ということで購入してきました。いや、もうめちゃくちゃ緊張しましたよ結構なね買い物ですからね。結果可愛くて良かったです。組み立てはちょっと難しかったです。座面の生地がねとっても可愛いのが良かったなと思いました。ちょっとモコモコした素材ですね。足は多くの木材となってまして、そこもすごく可愛くて良かったなと思いました。使い心地についてはまだ正直昨日の今日なんであれなんですけど、とてもね大きいので座り心地はいいです。また引き続き使ってみてレビューしていきたいと思います。編集の都合上話が飛んですみません。また仙台店のルームセットを紹介します。こちらは椅子の数がめっちゃ多くてなんかパーティーなのかな、多分ねパーティー中なのかなと考えました。いくつかはスツールですしね、拡張テーブルでパーティーにも対応できるよってことでしょうか。お皿がめっちゃ可愛いです。あとこのチェストベストですね、シリーズの中にずっとこれなんだろうと思ってたデコレーションが飾られていました。で、デコレーションも含めすごくおしゃれです。私が大好きなラタンとホワイトの組み合わせです。このベストの扉は私はベッドのヘッドボードにしちゃいました。こちらの本棚はビリーです。こんな可愛い扉があるんですよ。こちらの同じ扉を使ったビリーはこちらのルームセットにも置いてありました。とっても可愛い。キッズコーナーです。可愛いぬいぐるみがたくさん出ているんですけども、このミツバチさんが欲しくて廃盤にならないか心配っていうお声をいただきました。本当ね、IKEAってすぐ廃盤になりますからね。買えるうちにぜひ買ってください。このハリネズミさんもすごい可愛いんですよ。これ知ってました？マジックテープがついてて、こうやってね丸めることができます。可愛いですよね。結構ぬいぐるみもね入れ替わり激しいんですよ。実はこういうタイプのブラインドも IKEA にあるんですよ。ベネチアンブラインドですね。
IKEA のブラインドの特徴は紐がなくって、普通紐でこう上げ下げするじゃないですか。これは手で直接持ち上げて好きなところで留めることができるのが特徴です。なので小さいお子さんがいるご家庭でも安心ですね。またこのようにカーテンレールに設置することもできます。その場合はこちらの別売りのパーツを購入してください。今季布団カバーが可愛いのたくさん出ているんですけども、この水玉は表と裏で色が反転しているのが可愛いですよね。以前もちょこっと紹介したんですけども、今回初めてディスプレイされているのを見ることができました。ほんと可愛いです。で、あとこのコーディネートもすごい可愛いですよね。水玉のクッションと合わせているの、もうこれだけで部屋めっちゃ可愛くなるじゃないですか。こういう新商品をルームセットで見られるのすごい楽しいですね。こちらのブランケットも新商品です。こんな花柄と合わせちゃっても可愛いんですね。ストックホルムコレクションの小物類もすごく素敵だったので、もうね別格だったんですよ。次回また紹介します。気になる方はぜひ IKEA のオンラインサイトを見てみてください。これもすごい良かったです。あと他にも購入品がございまして、やっぱりねいろいろ買っちゃったんですよねっていうのを次回紹介させていただきたいと思います。というわけで、もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録押していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。